何薪の釣りで、しゃくらず薪の釣りで風がね後ろから吹いてるんで、あ、食った。うん。おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。今はね東北釣り旅の最中でして、前回は太平洋側の宮城県にいたんですけれども、今回はね一気に移動してきまして、日本海側の秋田県にねやってまいりました。で、秋田県はですね、何年か前に釣り車中泊旅を始める前だったかな、その辺りの時期に一回来たことあるんですけど、その時も秋で、その時はね台風が接近してて、あんまり釣りできてなかったんで、今回ね秋田県にやってきたというわけです。じゃあ早速ね釣りをやっていきましょう。秋田県の海岸沿いはほとんど砂浜で、ここもね浅い砂浜です。ただ手前にこうやって足場があるんで、なんかこうサーフっぽくないんですけど、とりあえずね、サーフゲームから始めてみようかなと思います。さあちょっとこのウェーダーを履いて、ここは浅いのでちょっと入って前に出てやります。手前はねほんと1メーターもないぐらい、膝ぐらいの水深なんですよ。水はそんな冷たっていう感じじゃないですね。まだ夏の終わり、秋にやっと入ったっていう感じなのかな。よし、じゃあ早速やっていきましょう。まずはねミノーで手前を探ってみましょう。ただあれだな、浅いんだよな。なんか地形がうっすら、水中の色がうっすら見えるから、やっぱこのミノーでもそこゴツゴツ当たっちゃいますね。日本海側の特徴なんですけど、日本海側って太平洋側みたいにこう強い波があんま来ないので、なんだろうな、離岸流とかそういうのがあんまり発生しにくくて、変化を見つけにくいっていうのがあります。だから鳥が飛んでないかなとか、あとはこうルアーを投げて、沈むルアーを投げて、その沈む秒数とかで深い場所を見つけてとかで、そこを狙うとかっていうような感じでこう変化を見つけていくっていう感じかな。一応ターゲットはヒラメとかマゴチとか、シーバスに、あとは小型の多分青物ブリとかも釣れると思うんで、その辺を狙ってやっていけたらいいなと思ってます。ミノーだとほら竿先を見たら分かると思うんですけど、ゴツゴツ当たっちゃってちょっと釣りにならないかな。やっぱあんまりこうそこをゴツゴツ釣りすぎるのは良くないと思うんですよ。沖の方は水深あるんですけど、ある程度巻いてくると手前はミノーでもゴツゴツ当たってしまう感じで浅いですね。だから浅いところにも入ってはくると思うんですけど、やっぱその向こうだろうな。ミノーがゴツゴツ当たらない範囲、ちょっと深いところまでルアーを投げたいですね。もう日も高い時間だし。よし、じゃあ次は飛距離の出るルアーに変えます。ヘビーシンキングペンシルで遠投して沖の方を狙ってみます。1、2、3秒。3秒か、浅いな。80メーターぐらいは飛んでると思うんですけど、それでも着底に3秒なので、水深は2メーターぐらいあるのかな。2メーターとか 2.5 メーターとか、せいぜいそんなもんだと思います。ゆっくり巻いて、そこから1メーター以上は離さないような感じで巻いてきて、でたまに止めてもう一回着底させるみたいな感じで探り歩いていこうかな。どんどんこう投げては移動、投げては移動を繰り返して、で着底するまでに時間のかかるところ
今さっきのところは3秒だったけど5秒かかるところとかっていうのを見つけて、ちょっと深くなってるところ、周りと変化のあるところを見つけていきましょう。2、3、4。ここは4秒。ちょっと深いのかな。1、2、3。ここは3秒か。だいたい3秒4秒ぐらいで着底しますね。ポイントを絞るために上に上がってきて高いところから見下ろしてるんですけど、海ってね、高いところから見ると結構こう変化が見えて、ここ分かりますかね。この辺りにね、ちょっとこう海面に変化ができてて潮目になってるので、ここを狙ってみようかなと思います。お、食った、なんか食ったよ。よっしゃ。そこから巻き上げた瞬間だった。なんだろう、そんなに大きい魚ではないのかな。さあなんだ。でも結構手前で引き出したな、急に。いや、小さくはないぞ。結構強烈な引きをする。お、コチだ。マゴチだ。やった。はい、早速やりました。ほい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 。いいマゴチですね。でっぷり太ってて、サイズも50センチ、55センチぐらいあるかな。やりました。この東北仕様で作ってもらったグリーンゴールドで釣れたのが嬉しいですね。はい、サイズ感はこんな感じ。いいマゴチでしょう。美味しい魚ゲットしました。今マゴチが釣れたところなんですけど、やっぱこの潮目の周りでしたね。それが関係あるのかどうかわかんないですけど、本当この辺に移動してきて1投目2投目で釣れたんで、やっぱこういうところを点々と打っていくっていうのが大事みたいですね。マゴチが釣れるってことはまだ水温高いんだろうな。ヒラメを狙うにはちょっと早いかもしれない。どうなんだろう、水温多分20度ぐらいだから水温的には全然いいと思うんだけれど。着底までに4秒ぐらい。ここ特別深いとか浅いとかなんかそういうわけでもなく、地形変化があるわけでもないんですが、なんでここに魚いたんだろうな。たまたまなのか、ここに魚が固まっててたくさん釣れれば何かしら釣れた要因があるんだと思うんですけど、今はわからないですね。で、鳥がいるとか小魚の気配が濃いとかっていうわけでもないんだけど、お、今の当たり？返答してで着底させて、でちょんちょんちょんとしゃくってまた着底させる。でちょんちょんちょんとしゃくってまた着底させる。浅いサーフなんでこの繰り返しでやればマゴチとかヒラメには効果的だろうな。お、なんか食った。あ、食った。やっぱなんか食ってたよ。やっぱここなんか魚溜まってるんだよ。なんかね追ってきてたみたいで、
たまに小さくコンコンみたいな当たりがあって魚追っかけてきてたんだろうな。多分これまたマゴチだな。これマゴチ溜まってるのか、ここに。すごいな。なんでこんなにいっぱいここいるんだろう。やっぱマゴチだな。しかもいいサイズなんだよな。いいサイズだ。やりましたー。あ、ほらやっぱり後ろの針にかかってるんで、こう後ろから追尾しつつ、こうたまにコンコンって当たってたんでしょうね。はい、やりました。またまたいいマゴチです。ちょっと理由は分かんないんですけど、ここはマゴチがね溜まってるみたいですね。まあマゴチ食べるのはさっきの子1匹で十分なんで、この子は逃がしてあげようかな。ちょっと今度は巻きの釣りで、しゃくらず巻きの釣りでシーバス狙ってみようかな。シーバスはなんかね、こうしゃくってやるより、こうふわーっと巻いてあげた方が食ってくる気がします。あれ白鳥ですかね。なんか白い大きい鳥が群れで飛んでますね。どっかに渡っていくんでしょうか。何頭かしてみたけど反応がなくなったので、ちょっとルアーの色変えてみようかな。今度はピンクにして、で少しね重さを軽いモデルに変えました。このルアーってね、こう沈む時ヒラ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 ってこうブルブル震えながら落ちるんで、そのゆっくりしたヒラヒラで誘ってみましょう。ちょっとだけ飛距離は落ちるんですが、まあでもこれでも十分でしょう。ちょっとこう浮き上げた後の滞空時間を、ひらひら落ちる時間を長くして誘ってみましょう。ルアーってこう重い方がよく飛ぶんですけど、重いとなんだろうな、こう浮遊感みたいなのがなくなってズドンと落ちちゃうじゃないですか。そういう浮遊感みたいなのがなくなると、ちょっとこう魚の食いが悪くなるというか、生き物からこう波動が遠ざかるって言ったらいいのかな、小魚っぽくなくなるって言ったらいいのかな、なんかそんな感じがするんで、ルアーは多分軽い方がこう生き物には近い波動が出るんだと思うんですよ。そういう意味じゃこのルアーもモデルが 36g と 27g があって、今 27g 使ってるんですけど、 27g の方が多分魚を食わせやすいのは食わせやすい気はします。ただ飛距離が欲しい時とかは、こう風がある時とかは重いのを投げる。今日はもう風がね後ろから吹いてるんで、あ、食ったよ、食ったで、ほらやっぱシーバス釣れたじゃんシーバス釣れたじゃん。言ってたら巻きの釣りにして、こうふわっとちょっとルアーの重さを変えてやったらシーバス釣れたんじゃない？あ、シーバスじゃないのか、これマゴチか。エラ洗いしたからシーバスだと思ったけど、これまたでかいマゴチだ。マゴチフィーバーだな。すごいなここ。何匹一体いるんだろう。しかも全部でかいんだよな。ほら見て、いいマゴチですよ。60センチぐらいあるんじゃないかな。マゴチってこう大型になると両手に並ぶような高級魚なんですけど、こんなになんか連続で釣れるとちょっと驚きますね。ほら大きさ測ってみるけど、60センチギリギリあるかなってぐらいですね。すげえいいマゴチですよ。ほら砂の色そっくりで、こんな感じで砂に同化して餌をこう待ってるんですね。ちょっとこの子名残惜しいけど食べる分は十分なんで、この子も逃がしてあげます。
バイバイ。ただ今はね、マゴチ釣れた時に、食ってきた時になんかこう小魚がピッピッて周り飛んだような気はするんですよね。それも多分このルアーと同じぐらいのサイズの小さいなんか小魚でしたね。だからそういう小魚がここ溜まってるのかもしれないけど、溜まる要因がちょっとよくわからないです。あ、沖の方にあれですね、鳥が飛び始めましたね。やっぱりなんか小魚がいるんですよ。沖の方に鳥がいるし、なんか手前の波打ち際でサギがいるんですよね。多分ですけど、この浅間爪とかに青物とかシーバスとかそういうのに追われたイワシが手前の方にこう波打ち際に寄せられて、で打ち上げられたのをこう拾ってるんじゃないかな、あのサギは。やっぱりなんか小魚がいるんだろうな。そういう意味ではこの駆け上がりの手前側のこの浅いところも魚いてもおかしくないけどな。何何何何何何何がいんの？急にボラブワー飛び出したんだけど、何がいんの？なんかイルカでもいんのか？ちょっと怖いんだけど。アカメとかなんかオオニベとかそういう巨大な魚がいるならボラが追われるってのもわかるんだけど、この辺にはいないと思うんだけどな。なんで今ボラ逃げた？そういえばお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけど、今回装備を一新しました。前使ってた青色のベストはですね、使用感結構気に入ってたんで、同じリバレイっていうメーカーのものにしたんですけれど、前使ってた青いやつはですね、もう長年の僕の酷使によってボロッボロになってまして、例えばここのチャックが1個もげてるとかね、てかもう両方のポケットのチャックもげてたんですけど、ギリギリなんか使えてる状態だったんですよ。でウェーダーも今回変えたんですけど、前回まで履いてたウェーダーはですね、実は穴開いてましてだから前回の動画は若干こう浸水しながら撮ってたんですよ。まあそんな古い道具を一新したわけなんですけど、そのせいなのかわからないですが、すごいね不調だったのが好調に転じましたね。だからどうなんだろう、その古い道具に傷んでいた道具に溜まってた悪い気みたいなのがこう払拭されたのかもしれないですね。まあ関係ないかもしれないですけど、そういうことにしときましょう。ちょっと魚の居場所をまた探し直しましょう。さっきのところはマゴチを全部釣り切ってしまったのか、時間じゃないのか分かんないけど反応なくなったんで、あれ三脚この辺に置いとったんだけどないんだけど、なんでだ？持ってかれちゃったのかな。場所間違えてるのかな。三脚が行方不明です。じゃあマゴチはちょっとね、氷を持ってきてなかったから生かしといたんで回収します。よし、脳締めして、でこのエラのところから背骨側に刃をスッと入れて、あとはこのエラのとこ持ってバシャバシャと振ってやる。よし、じゃあ急いでコンビニに氷買いに行きましょう。これめっちゃうまそうですね。卵持ってるんですか？卵多分持ってます。すごいですね、これお腹が。
しかもでかっ。しかもご飯におにぎり味噌汁までいただきます。どうぞ。マジか、これは嬉しいな。今日あれなんですよ、ずっと釣りしてて、はい、何も食べてないんですよ。もう何も食べてない。いただきます。これって頭からバリッといけたりします？大きい方はちょっと難しいかもしれない。骨が硬いんで。じゃあこれちっちゃい方からまずいただこうかな。ちっちゃい方が多分大丈夫。それはくず流の鮎だと思う、多分。いただきます。うん、全然頭からいけますね。うん、いい香りですね。肝もほろ苦くて、美味しいですね。よかったです。僕でも九頭竜川の鮎にはちょっと因縁があるんで。あ、そうなんだ。シーバスの口から入った鮎を食べて。ああ、そっか。この間聞いたやつ。すげえいっぱいある。まだまだあります。こうやって冷凍して置いとくんですか？そうです、一匹密閉して。はい。これなんか処理してあるんですか？いや、特に。あ、それで結構美味しくいただけるんですね。そうです。冷凍しても。はい。これも解凍したやつですか？解凍しました。でも氷水で。全然美味しいですね。なんか冷凍するとこう身が柔らかくなったりするじゃないですか。ああ、そうですね。やっぱ解凍の仕方が重要で。ゆっくり解凍。氷水で。要は0度で解凍する。そのでかいの食べてみてください。いただきます。背中はその背びれを抜いて、背びれこう背びれ抜いてと抜けるんですよ。背びれを抜けばいいんですか？これ抜いてスポッと根元から抜けるんです。根元硬いんで。これでいいんですか？そうですね。で背中からかぶるんですか？いただきます。これうまそうですね。背中に油が乗ってないですか？骨の周りに。なんかちっちゃいのと全然味が違う。全然違いますね。すごいジューシーですね。このでっかいのめっちゃ美味しい。小餅じゃないかな。小餅じゃ入ってますか？ああ、よかった。すごいこれ。なんか粒感はたらこよりちょっとちっちゃいぐらいの粒かな。卵もうまい。なかなかね、天然の子持ち鮎は食べれないと思う。卵もうまい。なんかこの肝のいい香りと合わさって美味しいですね。ごちそうさまでした。いえ、気をつけて。はい、ありがとうございます。また遊びに来ます。はい、ぜひ連絡ください。ちょっと行ってきます。ちょっとね、三脚をなくしてしまったので三脚を買いに来ました。中古のお店だったら安く売ってないかなと思いまして。ありました。しかもね、安い500円ですよ。このセカンドストリートって、この中古の何でも売ってる系のお店って、なんかこういうカメラ用品も売ってるし、最近釣り道具なんかも売ってて、結構ね、こう掘り出し物があったりするんで、僕はこういうお店行くの結構好きなんですよね。あれ、他の風車は全部回ってるのに1台だけ止まってるとかって何なんでしょうね。1台だけ故障してるとかなのかな。それと今あんまり風吹いてないんだけど、あんだけ勢いよく大きい風車回ってるけど、ああいう大きい風車ってどれぐらいの風で回るんですかね。この海みたいに広い場所はですね、秋田県の八郎潟です。昔は琵琶湖に次いで日本で2番目に広い湖、汽水湖なんですけど、湖だったらしいんですけれど、なんかいつしか埋め立てをしてちょっとだけ面積が狭まって、今は2番目じゃないのかな。それでもすごい広大ですね。ここは海につながっている汽水湖なので、シーバスも入ってきて釣れるらしいし、あとブラックバスでも割と有名だったんじゃなかったかな。ただ今日は釣りはせずにのんびりしようかなと思っているので、竿を出すつもりはないんですけど、いい景色ですね。猫がいる。
猫が日向ぼっこしてる。おいで。うわー、来た来た来た。可愛いんだけど。おいで。まだ小さい。まだ子猫なんだろうな。うわー、あったかい体。日向ぼっこしてたん。ぐるぐる言って。魚臭い？よし、そしたら釣ってきたマゴチさばいていこうと思います。そういえばこれフィッシングショーの時に視聴者さんにいただいた鱗取りなんですけど、使わせていただいてます。今年というか今季のフィッシングショーなんですけど、いつも通りの新潟と、あと名古屋キープキャストっていうイベントと、あと宮城のフィッシングショーにも今年は参加させていただく予定なんで、よかったらね、近くにお住まいの方来てくれると嬉しいです。海が近くにあると割とさばくの楽なんだよな。そういえばマゴチさばくときは先にこのトゲをね、ハサミでカットしておかないと危ないですね。今ミスってね、ちょっと刺さっちゃいました。よし、では3枚におろしていきましょう。これはマゴチの胃袋です。中ね、見てみたんですけど何にも入ってなかったですね。だからこの界隈にどういう小魚がいるのかとか、どういう餌がいるのかっていうのはちょっとこの魚からは分からなかったですね。このね、胃袋は美味しいので洗って置いときます。そしたら身の方は3枚におろしてしまいましょう。このヒレはカットしておきましょう。干したらヒレ酒とかにも使えるし、今の料理には使わないので。ちなみにこのマゴチのヒレをカットするときは、この薄いヒレだけじゃなくて、この根元のね、ちょっとこう肉がついているところっていうんですかね、この分厚いところごと切って干してやんないと、なんかあんまり旨味が出ない気がします。さばき終わりました。頭、骨で、これがカマの肉ですね。でこれがお腹周りのあばら骨みたいなのが入った肉ですね。でこれがお腹より後ろの骨が変な風に骨が入ってないんで、刺身とかに使いやすい部分の肉ですね。そしたら薄い塩水を作って、でこれに頭と骨でカマの肉、骨が入った部分のこの肉も入れちゃいますか。でこれで30分ぐらいつけておいときます。前回マハゼで焼きハゼっていうのを作ったじゃないですか。焼いて干してっていうやつで、マゴチもですね、すごくいい出汁が出るので、同じような工程で、焼きマゴチ、焼いて干してっていう工程でやったらすごい美味しくなるんじゃないかと思うんで、今回ねそれを作ってます。砂糖、みりんで醤油ですりごまをたっぷり入れる。でここにマゴチの実を入れて、大葉を刻んでおく。温かい白ご飯を用意して、そしたら漬けておいたマゴチの実を乗っけて、そんなたくさん漬け込むっていうか、もう和えるだけですね。でいりごまをたっぷりかけて、
大葉を散らして仕上げは刻み海苔。よし、じゃあいただきます。うまい。マゴチがプリップリだ。ごまの香りがいいんだよなこれ。ごちそうさまでした。よし、じゃあ30分経ったのでキッチンペーパーでしっかりね水気を取ります。今回魚が大きくて身が分厚いんで腐らせずにうまく乾燥させられるかどうかちょっとわからないんですけれど、気温もね低くなってきてるから大丈夫だとは思うんですよね。今の秋田の日中の気温はあったかい日で20度ぐらいで、夜はねほんと10度とか12度とかまで冷え込むので、大丈夫だと思うんですけどね。よし、じゃあじっくり弱火で炙ってみましょうか。じっくりと炙って水分飛ばしてみたんですけど、どうかな。特にこの身の方が分厚いから中の方の水分は抜けてない気がするんだよな。でも一旦これで干してみようと思います。これ干さないでこのまま焼きごちでこっから出汁を取ってもいい気もするんだけどな。ものは試しです。さっきのはもうそのままいくとして、第2陣はですね、分厚いやつはこうやって開いて薄くしてみました。これなら焼いて干せば乾燥させられると思うんですよ。だから第2陣以降焼くやつはこんな感じで薄くしてやってみようと思います。ネットつければ全然食っていきますね。こんなんで全然十分です。この干してるマゴチなんですけど、まだ1日しか干してないんですが、もう今日食べてしまおうと思います。というのもね、今日1日雨だったんですよ。ですごい湿気もあってあんまりね乾燥してないんですよね。今日はね1日15度ぐらいしか気温が上がらなくて寒かったので腐ってはないと思うんですけど、このまま置いててもダメになりそうなんで、もうね一夜干しみたいな感じで今日食べてしまおうと思います。では調理開始。まずはもう一回炙ります。アラは出汁取るだけなんで炙る必要はないじゃないんですけど、こうやっといた方が香ばしくなりそうな気がするんで炙っときます。ちょっとね温めた身を食べてみます。若干分厚いとこ臭いような気もするんだよな。気のせいかもしれないけど、味見で。大丈夫ですね。全然傷んでないです。結構水分が抜けて、普通に一夜干しっていう感じになってますね。そしたら昆布をつけておいた鍋を加熱して、昆布は沸騰する前に取り出す。この一夜干ししたマゴチのアラを入れる。もちろん骨も入れる。よし、10分ぐらい煮込んだら火を止めて、こっちの土鍋の方にスープをこしながら移しましょう。スープの色は結構いい感じですけどね。そしたら塩を加えながら
まずは味を見てみましょうか。生のまごちで今の工程をやると牛尾汁っていう料理になって結構美味しいんですけれど、ちょっとこれ味見してみましょうか。うまみは結構出てるんですが、なんかちょっと苦みが出ましたね。多分ですけど、若干皮とか焦げてたじゃないですか。焦げのせいでちょっと苦みが、後味苦みが出てますね。今の段階ではこれちょっと失敗の匂いがしますね。焦げつかせずに焼けばこの苦みはなかったんだと思うんですけど、この後調味料とかね、野菜とかを入れて味がね改善されることを願いましょう。では野菜を切ります。まずはネギで、舞茸はほぐしておく。で、前回の動画でも登場しましたが、セリです。なんか東北ではセリを鍋に入れてよく食べるんですかね。仙台でも確かセリ鍋って言って、この根っこも使うね料理がありますけれど、秋田のねきりたんぽ鍋の具材も調べてみたらこのセリを入れるって書いてあったんですよね。じゃあ残りのまごちの身は皮を引いてお刺身にしましょう。はい、そして秋田といえばきりたんぽということで、これもね鍋の具材にしてみようと思います。きりたんぽ鍋って本来は比内地鶏を使った、鶏だしの鍋で食べるもんですけど、魚魚介系のだしでも、美味しく食べれるんじゃないかということで入れてみましょう。きりたんぽってもともとはなんか山で仕事をする人の携帯食みたいなものだったらしいですよ。さあ鍋ですが、醤油とみりんで味をつけてみましょうか。よし、じゃあここに干物の残りとさっき切った野菜を全部入れる。できりたんぽも入れる。そしたら蓋をして煮込みましょう。はい、料理が完成しました。こちらはまごちの干物鍋とでも名付けましょうか。きりたんぽ入りで、こちらはまごちのお刺身で、こちらはですねまごちの胃袋ポン酢ネギポン酢和えです。ではいただきます。じゃあまずはお刺身から食べたいので、ちょっと鍋は蓋しときましょうか。まごちのお刺身はポン酢でいただきます。これは間違いなく美味しいでしょう。うまい。プリップリの食感に噛めば噛むほど甘みがあって美味しいですね。さあ塩以外の調味料とか具材を加えてどうなっているか。では鍋お出汁からいただいてみますか。さっきね塩味だけの時よりもその後に残る苦味みたいなのが気にならなくなってます。これみりんとかこのネギの甘みとかその辺のおかげで美味しくなってますね。じゃあ一夜干しにしたまごちの実いただいてみます。まずくはないんだけど、そんなめちゃくちゃ美味しいっていう感じでもないですね。
思ったより旨味が少ない感じはします。これマゴチは焼かずにそのまま一夜干しにして鍋に入れた方が良かったかもしれないですね。なんか前回のその焼きハゼのことがあったから、マゴチでやっても美味しいんじゃないかと思って同じように作ってみたけど、ちょっとこれは失敗だったかもしれないです。セリを食べてみましょうか。根っこと一緒に。うん。いい香りだ。このスープが染み込んで美味しいですね。でもセリはその香りがあって、癖があるので、そうだな、なんか我々に身近なものでいくと、春菊と同じように香りの強い野菜ですね。さあお次はきりたんぽいただいてみましょうか。ほろっともちっとしていて、鼻からですね、鼻の奥からお米のいい香りが抜けていきます。これは美味しいですね。これあれですね。きりたんぽは早めに食べないと煮すぎてしまうとボロボロ崩れてしまう。九州とかあったかい地域にお住まいの方はまだ鍋には早くねって思われたかもしれないんですけど、秋田県はね、もう寒いんですよ。今日もね、今気温13度しかないですからね。もうすでに鍋が美味しい季節です。本日のお供はこちら。デザート純銀っていうね、秋田県の日本酒です。このお酒すごく飲みやすいですよっていうことで、鮎を僕に食べさせてくれた視聴者さんからですね、いただいたものです。ありがたく飲ませていただきます。それでは、乾杯。すげえ甘い。香りもいいな、これ。確かに飲みやすい日本酒です。それゆえにね、危険な存在です、僕にとっては。これは飲みすぎてしまうな。はい。では、一杯やりながら、まごちの胃袋、ネギポン和えを食べましょう。このコリコリ食感がいいんだよな。いいね、日本酒をいただきながら、こういう珍味的なものを食べるのは。うまい。いかん、飲みすぎた。飲みすぎた。いかん、飲みすぎた。飲みすぎたな。ごちそうさまでした。おはようございます。朝起きてみたら、すごい海穏やかで、ここにね、いい潮目入ってるんで、しかもさっきね、ここにウがいたりとか、あと猛禽類もなんか突っ込んで魚取ってたんですよね。だから、良さそうなポイントなんで、釣りをしてみようと思います。今日は風もなくて海穏やかだな。よし、じゃあ水深浅いんであんまり潜らないミノーでやってみましょう。このミノーならそこ引きずらないな。
風がないからよく飛ぶ。やっぱミノーで釣れる範囲は魚が入ってきてないのかな。ヘビーシンキングペンシルに変えてやってみますか。遠投して沖を狙います。着底させて、潮目が薄れてきたな。朝まずめの時代はもう終わってしまったかもしれない。あ、食った。おっしゃ、食ったよ。やっぱり沖なんだな。あ、バレた。やっぱ沖だ。やっぱ沖で新編なんだな。変えたらすぐだったな。あ、着底したらもう食ってた。このルアーね、ひらひらひらってこう揺れながら落ちるから、沈んでる時にやっぱ食ってくるんですよね。やっぱりそうだ、ほら魚沖にいるんだな。でもこれなんだ、何が釣れたんだろう。あ、ヒラメだ。ヒラメじゃん。イエーイ。はい、やりました。可愛いですけどヒラメでしたね。今回ヒラメに出会えないかなと思ったけど、最後に出会えましたね。やりました。いけるかな。はい、バイバイ。ほんと砂の上にいるとパッと見わからないですね。やっぱ沖なんだな。遠投した先に魚がいる。よし食った。よし食ったよ。連発同じ位置だ。さあ今度はなんだ。今度はマゴチかな。おお、マゴチだな多分。なんかマゴチ手前に来て釣られたことに気づくのか、手前に来てゴンゴン引くんですよね。おお、いいマゴチだ。またよし。なんかちょっと前までスランプで苦しんでたけど、こんなもんですよね。やりました。秋始まりました。釣れたマゴチはこんな感じ。これまたいいマゴチですね。このマゴチはお酒をくれた視聴者さんに差し上げようかなと思うんで、持って帰ろうと思います。やりました。うん。これは僕の中では鮎のお礼なんですよ。本当はもっと釣れるつもりだったんですけど、2、3匹釣ってこ
こうなんか周りの方にもお裾分けしますかぐらいのつもりだったんですけど、なんかそういうつもりで釣りをすると釣れないもんで。でも貴重な一本で。そうなんですよ、貴重な一本なんですよ。まあじゃあ味見程度から。花村。花村。もってな。はい、それでは、はい、お疲れ様です。お疲れ様でおす。疲れ様です。お帰りなさいませ。あ味は保証できないよ。あ、うめっすよ。見た目で買っただけだから。うめっすよ。ああ、これうまいですね。飲みまし。これうまいですね。これうまいんですよ。これはちょっとこれ罪ですね。これ何食べるんですかこれ？こっち。こっち。まごち。まごち。まごちはポン酢か。これ醤油かこれちょっとかけ。いぶりがっこな。うん。すいませんね、ご飯が進むようなおかずじゃなくて。確かにたくあんって言ったら、うんご飯のおかずだけど、いぶりがっこにすると違うんだ酒の味ですよね。そうなんですよ。芋のこ汁いただきます。これ何芋なんですか？里芋です。里芋なんですか？これうちはでかく切る。でっかいですね。でかく切るんです。でもね、美味しいんですよ、また。うんとろっとしてるな。うん。これ温まりますね。基本里芋と鶏肉であと作る。舞茸。この間はね、やった時はね、天然の舞茸もらって舞茸でやったの。山形で言えばだまこ汁に似てるんですかよ。でもほら芋にあるじゃん。うん山形はな。この八仙っていう日本酒はなんか酸味がすごいありますね。なんか炭酸みたいなあ、確かに。酸味がある。どれも美味しいですね。ありがとうございます。どれも美味しいな。ただこの人たちの困ったことに冷蔵庫に入れてあげてなきゃダメなんで。ああ、そうですよね。日本酒って基本冷蔵庫で保存しとかないとダメなんですよね。まあ一升瓶が10本入ってるんで。そんなに入ってるんですか？めっちゃ好きじゃないですか。そうなんです。ねえよ。ウイスキーもめっちゃありましたね、部屋に。ウイスキーやばいですよウイ。スキーもめっちゃありましたね。